巨大地震が発生すると1週間くらいは停電します。もしそれが夏場だったらクーラーが使えません。災害時を考慮し、クーラーを使わない生活を挑戦してきましたが、毎年3回程度は熱中症の症状が出てしまい、東京の夏を無事に過ごすことはできませんでした。さらに、東日本大震災のように原発事故が発生して屋内退避で窓を閉め切らなければいけなくなったらどうなるでしょうか。停電していなくても9万5千人の人が熱中症で救急搬送されている状況です。病院に救急搬送されたら別に熱中症用の薬を注射するわけではなく、脱水改善のための輸液をしながらクーラーが効いた部屋で冷やされます。それで一泊して10万円近く支払うことになるようなことを年に3回くらいやってきたわけですから、1年で約30万円。それを10年以上繰り返してきたので、今まで数百万円のリスクを支払ってきたわけです。温暖化でこれからも気温は上昇しますし、クーラーを我慢して熱中症になり、結局病院でクーラーのお世話になって何万も支払うくらいなら、熱中症にならないように、家で薄いポカリスエットでも飲みながらクーラーを使っていた方が、限りある医療資源も、みんなで支払っている健康保険料も、忙しい救急隊員の時間も、救急搬送のコストも、無駄にしません。私は災害時を考慮し、クーラーを使わないで東京の夏を乗り越えようという今までの考えを捨てました。また、2011年に東日本大震災、福島第一原発事故が発生して、福島県の親戚が他界しました。事故が起きる前から原発は否定していましたが、あんな事故を起こした電力会社の電気を使いたいとは思いません。事故を起こさなくても、定期検査のたびに新たな被爆者を生み出している原発の電気を使うことは、その人たちの命を搾取しているようです。しかし、電力会社や国は原発をこれからも推し進めます。電力会社から電気を買っていると、いくら嫌でも原発の電気を使わされることになるため、電力会社と縁を切る発電システムにします。そこで、商用電源につなげないオフグリッドでクーラーを動かすため、ソーラーパネルと蓄電池を導入することにしました。車のクーラーを使えばいいじゃないかという人もいますが、東京都の乗用車所有率は4人に1人以下です。また、災害現場では実際に車で進んでいる人はあまりいません。ガソリンが調達できないのと、避難場所や住宅地では騒音で迷惑がかかるため使わない場合が多いです。一軒家ならソーラーシステムを屋根に取り付ければいいじゃないかと考える方もいますが、一般的なソーラー発電システムでは非常時に自立運転用コンセントから使えるのは 1500W です。1500W は単層 100V のクーラーを使うのにギリギリの出力ですが、ちょっと古いクーラーだと動かない可能性もあります。また、屋根の上にソーラーパネルが乗っていると、富士山の噴火による火山灰がパネルに積もった際に発電ができなくなります。しょっちゅう屋根に登って火山灰を清掃するのは難しいものがあります。価格はバッテリーだけで100万を軽く超えます。東京都の助成金を使っても高額です。この YouTube を見ている方々すべてが一軒家に住んでいるわけでもありませんし、アパートに住んでいても使えるものをと考えて、自作でソーラー発電システムを構築していきたいと思います。移動できるので引っ越しする際も持っていきます。ソーラーパネルは屋根の上ではなく、手が届く場所に設置しますので、火山灰が降り積もったとしても簡単に清掃できます。うちのクーラーは単層 100V で動くインバーターエアコンです。今回はこのエアコンを動かすことが目的になります。このシステムはパネルを車の屋根に取り付ければキャンピングカーなどで利用することも可能です。大まかに必要なものは次の通りです。ソーラーパネルは一般的な 12V のパネルです。このパネルは影に強いという売り文句で販売されていますが、パネルを並列に並べているためです。一つのパネルに影が落ちても、他のパネルで発電しますが、
このように影が落ちたら結局全部出力が低下しますので、あまり期待していません。ソーラーパネルを直列や並列でつなげる場合には、バイパスダイオードや逆流防止ダイオードが必要になります。直列でつなげた場合、右のパネルに影ができると、左で発電した電気が流れにくくなります。こんな時、バイパスして流してくれるのがバイパスダイオードです。並列でつなげた場合、下のパネルに影ができると、パネルの電圧が下がってしまうため、電圧が高い上のパネルの電気が下の方に流れてこようとします。これを防ぐのが逆流防止ダイオードです。ソーラーパネルを購入する際は、バイパスダイオードや逆流防止ダイオードが入っている製品なのか確認する必要があります。私の購入した商品には逆流防止ダイオードが入っていなかったので、このソーラーパネルで並列接続する際には逆流防止ダイオードを別に購入します。バッテリーはソーラーパネルで発電した電気を貯めるものです。ソーラーパネルだけでは曇った時など電力が安定しませんし、夜だと電気が使えなくなるのでバッテリーは必要です。次世代の蓄電池が出てくるまで待ちたかったのですが、おそらく5年以上かかると判断し、リン酸鉄リチウムイオンに手を出してしまいました。ポータブル電源の青木 G500 を持っていますが、これは一般的なリチウムイオンバッテリーで500回程度の充電回数だと思われます。しかし、リン酸鉄は2000回程度使えます。今回は放送の中継車で利用されるほど信頼性が高く、実績のある商品を選びました。車中泊専門店で販売されていて、一般人でも購入でき、実際にキャンピングカーの屋根にソーラーパネルを乗せ、クーラーや電子レンジを利用されている方もいます。自然放電率が低いので4ヶ月とか放置できる点。販売店に送り返せばリサイクルをしてくれる点。日本の YouTube チャンネルにはディープサイクルバッテリーの動画ばかりでリチウムイオンを使っているものがなかったので、どのくらい使えるものなのか知りたかったというのも理由の一つですし、何よりリン酸鉄は一般的に出回っているリチウムイオンよりも安全性が高いということで選びました。しかし 2500Wh タイプで約32万円します。充電コントローラーやインバーターが内蔵されているので単純に比較はできませんが、スワオキ G500 が 500Wh で6万円しましたが、今回のバッテリーは5倍の容量で寿命は4倍なので G500 を20台120万円分購入したのと同じくらいの電力を得られることになります。イニシャルコストは高額ですが、全体的に見ればコストは安く抑えられます。助成金ですが、ほとんどが固定型で、さらに登録されている商品に対しての助成ですので、今回のリチウムイオンバッテリーは助成の対象外です。バッテリーに90万円くらい出せるのであれば、こちらの商品の方が面倒な接続なしで楽に電気を使えます。今回私が購入したバッテリーと同じ容量ですが、充電回数は12000回対応で10年保証。また、家庭用太陽光発電の固定価格買取制度終了のため、電気を売るのではなく貯めるという方法を選ぶ方が多くなってくると思われ、バッテリー商品が多数出てきています。62000Wh の蓄電池を積んでいる電気自動車は440万円。今回購入したバッテリーを同じ容量購入したら790万円になります。保険や維持費はかかりますが、お金があるのであれば電気自動車を選ぶ手もあります。充電コントローラーは、ソーラーパネルで発電した電気をバッテリーに充電する際に必要になります。バッテリーに 100% 電気が溜まっているのに、さらに充電しようとするとバッテリーを傷めます。そのため、バッテリーの残量を把握しながら充電をコントロールする装置が必要になります。PWM 方式と MPPT 方式がありますが、私は高効率な MPPT 方式を採用しました。その代わり値段は高くなり、2万円くらいしました。
充電アンペアが20、40、60などの種類がありますが、蓄電池の使用とパネルからの発電量を考慮して選びます。うちの蓄電池の使用です。ここに 1C と書いてありますが、このシートは C レートと呼ばれていて、これを見れば充電や放電の能力がわかります。100Ah の蓄電池で 1C と書いてあれば、100A まで流せるということです。もし 2C と書いてあれば、100の2倍で 200A です。今回の蓄電池は 200Ah の容量で 1C と書いていますので、200A まで流せるということになります。ただ、この表には標準充電電流 66A という記載がありますし、ソーラーパネルも 400W で実験をする予定で、蓄電池に供給できるのは上がっても 35A 程度。そのため今回は最大で 40A で充電ができる充電コントローラーを用意しました。将来的にもっと発電容量を増やしたいと考えているのであれば、最初から 60A タイプでもいいと思います。インバーターは 12V の直流を 100V の交流に変換するものです。問題は何ワットまで使えるものを選ぶかです。今回使いたいのは単層 100V のインバーターエアコンですが、700W と使用書に書かれていても、起動時には数倍の電力を食います。簡単なワットチェッカーでは正確な値は測定できないため、これは実際に接続するまで動くのかがわかりませんでした。家の契約アンペアが 20A で、クーラーと冷蔵庫を使ってもブレーカーが落ちたことがないため、クーラーだけで 20A も使っていないはずです。余裕を見て 25A の 100V、つまり 2500W の出力ができるインバータを用意しました。アンペアやボルト、ワットの関係は理解されていますか？ボルト×アンペアでワットになります。一般家庭は 100V ですが、20A 契約をしている家では、同時に 2000W まで使えるということになります。出力波形は、綺麗な純正弦波です。周波数は 50Hz と 60Hz を切り替えることができます。日本製だと10万円くらいしますが、中国製だと3万円くらいです。災害時に急に止まるのが怖いのであれば、もう一つバックアップとして購入しておく手もあります。電線は何でもいいわけではなく、何アンペア流れる場所なのかを確認して使用する必要があります。今回使う 2500W まで使えるインバーターですが、この電力を 12V のバッテリーから取ってくるわけです。では、2500W だと 12V のバッテリーから何アンペア流れますか？ 2500W を 12V で割ります。すると208アンペアです。これってとんでもないアンペアです。1アンペアもあれば人を殺せます。バッテリー自体は 12V で低電圧ですが、とんでもない電流が流れますので、電気の知識がない方は安全を最優先に電気工事士に頼んでください。今回はクーラーしか使いませんので 2000W 以下の想定です。2000W 割る 12V で 166A。そのため最低でも 166A 流せる電線を選びますが、安全のために 1.2 倍の電流まで対応するケーブルを選びました。今回選んだのは比較的柔軟なケーブルです。種類によって流せる電流は違うので、きちんと調べてください。導線の断面積が60平方ミリメートルの電線ですが、ガスのホースと同じくらいの太さです。中に金属が入っているので、結構ずっしりしています。これは 217A まで流せます。そしてこれは60スケアと読みます。このようにケーブルを選ぶのも、ここにはどのくらいの電圧や電流が流れるかと考えて選ぶ必要があります。これを考慮しないと発熱して火事になる危険性があります。接続部分ですが、圧着端子というものを使っています。
取り扱っているホームセンターもありますが、種類が少ないのでネットで購入することになるかもしれません。ネットだと商品写真はだいたいこんな感じに写っています。これは R14-12 というものですが、14スケアくらいの断面積のケーブルに対応していて、この内径が 12mm という意味です。商品写真とは逆の部分の値で表記されていますので、初心者の方は注意されてください。また、14スケアの電線にしか使えないという意味ではなく、この商品なら10スケアから16スケアまで使えます。あと、2つとか4つくらいあれば間に合うものなのに、100個単位とかで販売されていることがあります。注文したら100個届いたなんてことがないように、ネットで購入される際には本当によく注意して購入されることをお勧めします。ソーラーパネルで発電した電気は充電コントローラーに行きます。バッテリーがまだ充電できるようでしたら、コントローラーはバッテリーを充電します。100% 充電されているので、もう充電できないようなら、ソーラーパネルからの電気は捨てられることになります。充電された 12V のバッテリーからインバーターを使って 100V の交流に変換します。ここにエアコンをつなげて動かします。配線図はこんな感じです。B はブレーカーです。インバーターの左側は直流 12V の世界です。それぞれの配線には最大でどのくらいの電流が流れるのか把握しておき、それに合ったケーブルを接続します。機器の選び方ですが、まず自分がどの電化製品を使いたいのか、どのくらいの電気が必要なのかを把握しておきます。次に、蓄電池の容量やパネルの発電量がどのくらい必要になるのか、計算できるウェブサイトがありますので、そこで計算すると楽です。必要な蓄電池の容量やソーラーパネルが多すぎて予算的に無理なら、使う電化製品を減らしたり、もっと省エネな商品に切り替えたりする必要があります。そして、それを動かせるインバーター電源、蓄電池、充電コントローラー、ソーラーパネルと選んでいくことになると思います。この蓄電池にこの充電コントローラーはつなげられるのか、このインバーターで大丈夫か疑問であれば、メーカーに問い合わせるのが確実です。そのようなことをしていけば、機器選定の失敗は減らせると思います。他人が作ったシステムをそのままコピーしてみたとか、とりあえずソーラーパネルと蓄電池を買った。インバーターも適当に買ってみて何が動くか試してみる。みたいなやり方だと失敗しやすいのでおすすめはしません。あと、家のコンセントから電気を使う場合にはこんなことは考えませんが、蓄電池の場合、電圧が変わることを考慮しなければなりません。蓄電池は残量の違いで電圧が変わってきます。うちの蓄電池は 10.5V から 14.8V まで変動する仕様です。残量が減ってくると蓄電池の電圧が下がってきますが、電圧が下がってくると必要な電流が増えることに気をつけてください。例えば、蓄電池がフル充電されて 14V あるとします。100W を使おうとすると、蓄電池からは 7A くらい流れます。しかし、蓄電池が 11V とかに下がってくると、同じ 100W を使うためには 9A が必要になります。電圧が低い分、電流を増やして 100W という電力を維持しようとします。100W だと違いがよくわからないかもしれませんが、1430W の電子レンジだと 100A 流れる場合もあれば、130A が流れる場合もあるということになります。約 30A も違ってきます。残量が少なくなっているのに電流を多く流そうとするわけですから、蓄電池にも優しくありません。
あってはならないことですが、適切な太さの電線を使用していない場合、電線への負担が増えて過熱し、危険です。ですから、蓄電池は過放電ギリギリまで使い切るような使い方はせず、余裕を持って使う方がいいですし、電線も余裕を持って太めのものにしておいた方がいいです。うちの場合、蓄電池は 10.5V まで使える仕様ですが、ここら辺から電圧が急に下がってくるため、私は 12.3V になる前には使用をやめるようにしています。電源装置には、ある程度まで電圧が下がると自動的に切断するものや、電圧を常にチェックして、設定した電圧まで下がるとアラームで教えてくれる計測器、遮断機などもあります。いろいろ調べてみてください。はじめにバッテリーとインバーターを仮接続し、電化製品が動作するかチェックします。接続には順番があります。バッテリーからつなげ始めると危険なので、周辺機器側から接続していきます。12V の低電圧ですが、接続する際には絶縁手袋を使います。バッテリーのマイナス側にはバッテリー切断スイッチをつけています。ブレーカーの方が安全ですし便利なのですが、200A 対応のブレーカーが手に入らなかったため、こちらにしました。リチウムイオンバッテリーの端子の直径は購入するまでわからなかったのですが、鉛バッテリーの B 端子と大体同じくらいでした。12mm くらいです。大きな電流が流れるため、接続する際にスパークします。このスパークがバッテリー側で起きればいいのですが、インバーターや充電コントローラーの端子側で起きてしまうと、インバーターや充電コントローラーが破損することがあります。ですから、バッテリーから接続するのではなく、周辺機器につないでからバッテリーにつなぎます。インバーターの電源も無事に入りました。電源を入れる前と後に30分ほど発熱を確認しましたが、特に異常発熱はありませんでした。では、定格消費電力 1430W の電子レンジが動作するか確認します。今回は 350ml の冷水を加熱します。2分7秒動作しましたが、ケーブルや端子の異常発熱は確認できませんでした。インバーターは発熱していますが、空冷ファンが回るほどではなかったです。バッテリー残量が1つ減りましたが、すぐに4つに戻りました。300W 出力できるポータブルバッテリーで、電子レンジを 300W にしてもまともに動きませんでしたので、全くパワーが違います。冷蔵庫もポータブルバッテリーでは動作しませんでしたが、今回のシステムで余裕で動作しました。さすがポータブルバッテリーの8倍の出力が可能なシステムだけあります。次は充電コントローラーを仮接続します。現在はソーラーパネルにつなげていません。バッテリーからの電圧が 13.2V です。動作に問題はないようです。バッテリーの種類をリチウムにし、電圧を 12V に設定しておきます。では、ソーラーパネルと仮接続してみます。ソーラー発電でよく使われているのが MC4 という防水のコネクターです。今回は太めの 5.5 スケアのケーブルを選びました。プラス同士、マイナス同士を接続することがないようになっています。
充電コントローラーにつなげたところ、月のマークが太陽のマークに変わり、ソーラーパネルから電気が来ている表示になりました。ソーラーパネルは部屋の中にあり、ガラス越しで 1.92A。うちは UV カットガラスではありません。現在主流の UV カットガラスだと発電量は減りますので、可能であればパネルは外で直接日光に当てた方がいいです。窓を開けると直射日光に当たっていなくても 3.3A。MC4 コネクターが付いている防水ケーブルは簡単に抜けないようになっているため、抜き差しするのには向いていません。そこで、屋内用延長ケーブルは自作します。ショートしていないか、きちんと通電するかをテスターで確認します。ヒューズではなくブレーカーにしたのには理由があります。充電コントローラーも 1W 程度電力を消費しています。そのため夜になったらバッテリーとの接続を切りたいのです。それとブレーカー内部にはスパークを軽減させる機構が備わっています。ブレーカーをオフにした状態で機器とバッテリーをつなぎ、ブレーカーをオンにすることでスパークはブレーカーの内部で発生。これで機器がスパークで破壊するリスクを軽減させることができますし、接続するたびにスパークに驚かされることもなくなります。スパークを軽減させるスパークキラーという商品もありますが、回路の開け閉めを毎日するようなら、ブレーカーにしておいた方が楽です。ブレーカーというと、家のブレーカーを想像しますが、家は交流です。ブレーカーにも種類がありますので、購入する際にはアンペアだけではなく、直流に対応するかチェックが必要です。ブレーカーをかませて本接続し、この図のシステムが出来上がりましたが、実際にこれでエアコンが何時間駆動できるのか、実際には何ワット充電できるのかは運用テストをしていきたいと思います。平成から令和に変わる2019年に10連休がありますので、10連休は東京電力との接続を断って、ソーラーシステムのみで電力を賄えるか検証していきたいと思います。ここまでの内容の動画を2019年の5月にアップしましたが、その後7点ほど変更しました。インバーターは電源を入れていない時も微弱に電気を消費しています。そのため、長期間バッテリーにつなげたままにして放置しておくと、バッテリーの電気を使い果たし、バッテリーを傷めてしまいます。過放電というやつです。そんなことがないように、使わない時にはバッテリーとの接続を切れるよう、バッテリースイッチをつけていました。ただ、このバッテリースイッチが思いのほかつなげにくく、イライラさせられました。これを使うより、直接バッテリーの端子につなげた方が楽でした。このように掴みやすく、回しやすく、しっかり止められます。外す時も、こちらの方が早く外せます。
そしてサーモグラフィーで確認したところ、充電時にバッテリースイッチの部分が若干発熱していました。異常なほど発熱しているわけではありませんが、周りよりも確実に温度が高くなっています。バッテリースイッチは、この細いネジで2つの金属をつなぎ合わせる構造になっているのですが、せっかく電気抵抗を低くするために太い電線を使用しているのにもかかわらず、この部分の電気が流れる面積が小さかったら、ここがボトルネックになってしまうわけです。たとえ微弱であろうと熱が出ているということは、せっかくの電気エネルギーが熱エネルギーとして逃げているわけです。無駄です。また、バッテリー接続時にスパークしますが、これをバッテリーの端子部分で何回も行うと、端子部分が熱で変形してしまうのではないかと危惧したのも、バッテリースイッチを使った理由です。実際、バッテリースイッチのスパークをしていた部分を見ると、黒く変色しています。しかし、スパークしないようにスパークキラーというものを利用し始めましたし、もうバッテリースイッチを使う理由がないので外しました。あと、ここにビニールテープを巻いていましたが、熱収縮チューブに変えています。装置の周りには耐火ボードを用意し、電気火災用消火器を2つ準備して、なおかつサーモグラフィーで異常発熱がないかチェックしながら運用テストを続けています。屋内の延長ケーブルを 20A のコンセントを利用して接続していましたが、このコンセントを外すのは年に3回程度でした。台風の時にはソーラーパネルを屋内に回収するようにしていますが、その時くらいしか外しません。MC4 コネクターよりも簡単に抜き差しできるだろうから便利かと思っていましたが、年に3回くらいでしたら MC4 コネクターでも特に苦にはなりません。また、屋内ケーブルは将来、ソーラーパネルを増設することを考えて 40A 以上流せる電線を用意していますが、このコンセントが 20A までだと、これ以上ソーラーパネルを増やせません。そのため、もっと多くの電流を流せる MC4 コネクターに変更してしまいました。ソーラーパネルの発電状況をパソコンでモニタリングしていますが、パネルの電圧が15から 20V と変動します。うちのソーラーパネルの使用書を見ると、動作時の電圧は 18.2V と書いてありますが、実際には 20V になることがごくたまにあります。ここで問題になってくるのが、電気工事士の免許です。30V 未満なら免許がいらないので、動作電圧が 30V よりちょっと少ないギリギリのソーラーパネルを使い、そこでケーブルに MC4 コネクターを取り付けたり、家の壁に穴を開けて通すなどの工事をしても大丈夫だろうと思っていても、実際には 30V を超えることもあり得ますので、免許をお持ちではない方は余裕を見て、動作電圧が低いものを選んでおいた方がいいと思います。蓄電池がフル充電されると、ソーラーパネルで発電される電気は使わないと無駄になります。また、蓄電池に直接 2500W のインバーターがつながっていますが、蓄電池を充電しながらインバーターで電気を消費すると、蓄電池の寿命が短くなると言われています。蓄電池に電気を加えたり、インバーターで取り出したり、頻回に繰り返してしまいます。さらに蓄電池は化学反応によって電気を蓄える装置です。水槽に水を入れると100の水が100入りますが、化学反応で電気を間接的に蓄えるので必ずロスが生じます。リチウムイオンは80から 90% 程度の効率なので、効率は高い方ですが 100% ではありません。また、使うたびに劣化していきます。そこで、効率や蓄電池の寿命を伸ばすためにも、蓄電池をフル充電したら、もう蓄電池はそのままにして、ソーラーパネルからの電気だけを使いたいと考えました。充電コントローラーには負荷端子といて、20A、約 240W まで使える出力端子がありますので、ここに 200W の小さなインバーターをつなげてみました。わざわざ負荷端子として用意されているのですから、
ここにつなげれば、蓄電池がフルになれば、捨てられる電気を無駄なく利用できる回路が用意されているのではないかと期待したためです。しかし、計測してみると、蓄電池側と別の回路になっているわけではなく、蓄電池側に直接つながっているようです。メーカーに問い合わせたところ、やはりそうでした。また、いくら小さなインバーターでも結構な電流が流れ、充電コントローラーの部品を傷めるだけで何のメリットもないと言われましたので、現在は小さなインバーターも蓄電池に直接つなげるようにしました。ここにブレーカーがあるのだから、蓄電池がフルになったらここを切断すれば蓄電池は一切使用せず、ソーラーだけの電気が使えるじゃないかと思われるかもしれません。その通りです。充電コントローラーを起動させるためにはバッテリーからの電気が必要ですが、充電コントローラーが起動した後にソーラーパネルから十分に電気が流れてくれば、このブレーカーを落としても、ソーラーパネルからの電気だけで充電コントローラーもインバーター電源も動作させることはできました。空に雲一つなく、いきなり曇るということがなければ、これでノートパソコンでウェブブラウジングし続けることはできます。ただ、コントローラーの負荷端子に負担がかかるということですし、変更点7を行ったため、もうこの使い方はしていません。そして、やはり、曇ったら電気が落ちるというのは不便でした。この 20A まで使える充電コントローラーの負荷端子は一体何に使えるのかと疑問に思う方もいらっしゃると思いますが、うちではその後 USB やスマホの充電とか空冷ファン用の省電力の電源として使っています。蓄電池が低電圧になったら自動で切断する機能もありますので、過放電を予防できます。夜になったら電気を入れるモードなら消費電力が少ない12V の車用の照明で自動で点灯、消灯する街灯が作れそうです。あと、この日本メーカーのインバーターですが、Amazon の評価が良かったので購入したのですが、コイル泣きと空冷ファンの音が大きいのが残念でした。ずっと高い音が鳴るため、私はノイズキャンセリングイヤホンを使いながら使用している状態です。日本のだからいいだろうと思っていても、意外に中国製の方が静かでノイズが少ないなんてこともありますので、ご注意ください。使うものにもよりますが、一般的に周波数が高い方が電気を効率よく使用することが可能です。周波数が高い方がきちんと仕事をしてくれます。うちのインバーター電源は周波数を切り替えることができますが、50Hz よりも 60Hz で出力した方が蓄電池の電圧効果が少なく安定してインバータークーラーが動作しました。電化製品には必ず定格消費電力や定格周波数が明記されています。どちらでも使えるヘルツフリーの電化製品なら 50Hz と 60Hz でどちらの方が安定して動くのか試してみるのも手だと思います。定格周波数が決められているものを無視して使うと発火することもあるので、よくわからない方は家の電気の周波数と同じ周波数にしておいてください。ちなみに、日本のメーカーの 200W インバーター電源では、ノートパソコンで YouTube を再生させても、50Hz も 60Hz も消費電力や安定性に変化はありませんでした。発電量が多いと充電コントローラーが熱を持ちます。夏場50度近くまで上昇しました。80度になるまで使えるので危険というわけではありませんが、
USB ファンと温度センサーを購入し、充電コントローラーの熱が上昇してきたら、自動でファンを回すようにしました。ファンが回ると確実に温度が下がります。当たり前ですが、冬場室温が寒い状態で空冷すると劇的に下がります。空冷ファンの電源は充電コントローラーの負荷端子につなげていますが、この出力はパソコンからコントロールすることも可能です。インバーターは直流を交流に変換する装置です。今までインバーターで蓄電池の直流 12V を交流 100V に変換し、そこにパソコンの AC アダプターをつなげて直流 20V で動くノートパソコンを使っていましたが、変換するごとに変換ロスが生じます。そこで、カー用品でシガーソケット、つまり 12V の直流電源につなげてパソコンを充電させる商品があったので、こちらを購入して交流 100V に変換する手間を省いてみました。すると、消費電力量が 41% も削減できました。これは10時間使えていた蓄電池が17時間に伸びる計算になります。このように直流は直流のまま使った方がロスを減らすことができます。2500Whの蓄電池でソーラーシステムを構築したのは夏場の災害時にクーラーを使いたいためです。私はそれ以外では何百ワットも使用しません。ノートパソコンやスマホの充電など省電力のものを動かすために2500ワットも出せる大きなインバーターとか充電回数が2000回程度の大きな蓄電池を使い寿命を減らしていくのはいかがなものでしょうか。毎日蓄電池を残量 20% まで使ってまた 100% まで充電するということをしていたら充電サイクルが2000回だと5年半くらいで寿命がやってきてしまいます。そこで小さなサイズの蓄電池を購入しました。NEC の高性能リチウムイオン蓄電池です。こちらは 450Wh くらいの容量です。100W の電球なら4時間半くらいで使い切る小さな容量です。放電深度が0から 100% という過酷な使い方をしても12000回の重放電回数です。1日1回重放電をしたとして単純計算すると約33年使えることになります。価格は13万3000円してイニシャルコストは高額ですが過酷な使い方をしても年に4000円のコストで済みます。大事に使えば計算上では約55年でコストは年に2400円程度。月額200円です。まあ55年なんかも使えるわけがないと思いますがどのくらい使えるのか長期でテストしていきたいと思います。ノートパソコンが24時間連続利用できるくらいなので普段使いにはこれで十分です。うちは YouTube の動画は全部この NEC の蓄電池を利用して作成しています。ということで現在はこのような2つのシステムになります。今まで 40A タイプの充電コントローラーでクーラー用の蓄電池を充電していましたが、ソーラーパネルの枚数も増やすので、クーラー用には 60A タイプの充電コントローラーを用意しました。重さも4キロ近くあって大きいです。今まで使っていた 40A タイプは NEC の蓄電池用にしました。ソーラーパネルですが、このように共有して使うことはやめてくださいとメーカーさんから言われました。そのため、手動で切り替えて使えるようにしました。夏場はクーラー用を利用し、それ以外は NEC の蓄電池で運用中です。長期間使用しないクーラー用の蓄電池は、週に1回電圧を計測し、常に 13.6V 以上あることを確認。3から4ヶ月に1回は少し利用してから充電し、災害に備えています。夏は光が強いので、たくさん発電するだろうと考えている方が多いかもしれませんが、
ソーラーパネルは温度が上がると発電効率が悪くなります。一般的に発電効率はパネルが25度の時が最大で、一度上昇するごとに 0.5% 程度発電量が低下していくと言われています。商品に 100W と書かれている場合、それは25度での温度の話です。パネルの温度は真冬でも日中は45度くらい上がります。ですから 100W と書かれていても 100W を出力することなんてほとんどありません。また、夏場は午後になるとゲリラ豪雨などで天候不順となり、発電量が下がる日が多かったです。2019年の東京の夏、ソーラーパネルの温度は70度まで上昇し、100W パネル1枚の発電量は1日に 290Wh 程度でした。太陽光発電を知らない方からすると、朝8時から夕方5時くらいまで9時間、100W のパネルで発電したら1日に 900Wh くらい発電するのかと考えている方もいるかもしれませんが、現実はこんなものです。そして2019年はパネル4枚で実験をしましたが、1日の発電量は4枚で約 1150Wh でした。100W のパネルを4枚にした理由は、ワンルームのベランダで設置できる枚数が4枚程度だと仮定し、一軒家ではない方もソーラーでクーラーが使えないものか実験したかったためです。室温が30度を超える11時間ほどクーラーを30度設定で動かしましたが、最高気温 36.6 度の日だと、うちの場合、クーラーの消費電力量は 1300Wh でした。150Wh ほど発電量が足りません。しかし、発電量のすべてがクーラーに利用されるわけではなく、インバーター電源などでロスが生じるので、実際には 300Wh 以上は不足しているはずです。皆さんはこれを見てどう思われますか？ 400W のパネルといったら、一般家庭の屋根の上に乗っかっているソーラーの10分の1くらいしかありません。1枚で1メートルと53センチしかないパネルが4枚。たったそれだけのパネルで悪条件の真夏にここまで発電できるのかと私は驚きました。ちなみにクーラーの設定温度が30度だと30度の生ぬるい風がクーラーから出てくると思っている方もいるようですが、設定温度はクーラーから出てくる風の温度のことではありません。クーラーから出てくる風の温度は何度に設定しようとほぼ同じです。ですから30度設定でも普通に冷風が出てきますし、その冷風を扇風機などと併用すれば30度設定のクーラーでも問題なく利用できます。話はそれましたが、発電量が 1150Wh 程度で、クーラーの消費電力量が1300なので、消費量の方が少し多い状態でしたが、足りない分は蓄電池が補ってくれますし、曇っていてほとんど発電しない日もありましたが、それほど暑くなければクーラーは使えませんでしたので、2019年の東京の夏は 400W のパネルと 2500Wh の蓄電池で乗り越えることができました。しかし、今後、さらに温暖化が進めば乗り越えることは難しくなってくる気がします。さらにエアコンは地域ごとの気候の違い、家の断熱性や気密性、部屋の位置や室内にいる人数、発熱量などで消費電力量が変わってくるため、今回のこの値をそのままご自分の家に当てはめることはできません。同じマンションでだって部屋の階数や方角で消費電力量なんて全く変わってきます。そのため、ご自分の家でソーラーシステムを組みたいと思った場合、今、ご自分の家ではどのくらいの電力を消費しているのか徹底的に調べて、それに合ったシステムを計画して構築するということが必要になります。うちの場合、20W 程度の小さなソーラーパネルを購入して、それでどのくらい発電ができるのか、直射日光は何時から何時まで入ってくるのか、季節でどう違うのか、太陽光がパネルに反射して近隣に迷惑をかけていないか、家の電力消費量はどのくらいあり、気温が違うとどう変わってくるのか、部屋の断熱をどう改善すればいいかなど、数年かけて調べて、ソーラーシステムを構築しました。
東京の100ワットパネル1枚での1日の発電量です。パネルの温度が高い8月は最も発電量が少なくなりました。太陽光発電のシステムにもよりますが、例えば3日以上雨が続くと蓄電池の残量がなくなるので、バックアップとして電力会社との契約は継続している。ただ、普段は電力会社の電気は使っていないので、基本料金だけが取られているという方がいらっしゃいます。しかし今は電力自由化で、東京なら東京電力の電気しか使えないわけではありません。会社を切り替えても特に電気工事が入るわけでもありませんし、太陽光発電で極端に商用電源の消費電力量が減った場合は、電力会社との契約を見直した方がいいかもしれません。この2つのシステムを組み上げるのに総額60万円くらいかかりました。うちは電気代が年間約2万円ほどありましたので、30年以上使わないと元は取れない計算となります。しかし、ソーラーパネルと NEC の蓄電池はわかりませんが、電気機器が30年以上持つわけがありません。必ず壊れ、新たな出費が必要になります。商用電源の電気代はこれからも上昇するとは思いますが、蓄電を備えたソーラーシステムが商用電源よりもコストがかかるのは当分変わらないと思います。それに商用電源なら1週間の天気を見て消費電力量を考える手間もありませんし、そろそろ蓄電池の残量が少ないからテレビやパソコンを消そうみたいなことをすることもありません。電気メーターなどの電気設備が故障しても、電力会社の持ち物なら電話をすればほとんど無料でやってくれますし、商用電源の方が安くてめんどくさくなくて便利だと思います。天候や蓄電池の残量に左右されたくない方は、安易にソーラーに手を出さない方がいいでしょう。ただ、商用電源は何もなければ便利ですが、災害が発生し、停電したら電力会社が動いてくれるまで指をくわえて待つことしかできません。巨大災害発生時、1週間は電気が来ない生活を覚悟しなければいけないと言われていますが、東日本大震災の時は電気が復旧するまで3ヶ月かかった地域もあります。もしその3ヶ月間が夏場だったら、電気なしで乗り越えるのは、昨今の異常な暑さでは無理なのは、冒頭にもお話ししました。子供の頃からお世話になっているお隣さんも高齢ですし、3ヶ月なんて夏場に停電したら命に関わるので、その際はクーラーが効いた部屋にお隣さんを呼びます。近所の人たちのスマホの充電などもする予定です。売電をするわけではないので、金銭的にはプラスになることはありませんが、災害時の安心を得ることができました。クーラーやパソコンを太陽光で動かして使っているという満足を得ることもできましたし、熱中症で救急搬送されるリスクからも解放されました。それが100万円以下で手に入ったので、私は高いとは思っていません。今のシステムは基本的に災害用で、冷蔵庫は現在商用電源につなげている状態ですが、いずれ冷蔵庫も自然エネルギーで動かし、電力会社から完全に独立するシステムに成長させていきたいと思います。